はい、こんにちは。今回は交通ルールを語る上で、自転車は軽車両ですからという場合について言いたいことを言う動画です。よく自転車は軽車両なんだからどうこうというコメントをいただきますが、すんなり受け入れることができる場合と、それは違うだろうという場合があります。日本語は省略ができる言語なので、誤解や勘違いが起こりやすいですが、特に自転車のルールを語る上で、間違いが起こりやすい落とし穴的な要因があります。自動車の専門家を名乗る人でも、自転車のルールとなると、おかしなことを言い出す人がいる原因ですね。道路交通法上の自転車の話をしますと、車両がいろいろあるうちの軽車両というカテゴリーのうちの自転車です。さらにその自転車のうちの歩道も通行できる特例を規定するための普通自転車という分類があります。じゃあ普通自転車じゃない自転車ってどんなのっていうと、二人乗りのタンデム自転車やリアカーを引く自転車ですね。街中ではめったに見かけないですね。宅配便業者の自転車便などはたまに見かけるので、このイラストを出すのが一番イメージしやすいですね。以降、わかりやすいように、佐川チャリ便と言います。なんといっても、街中を走っている自転車の 99% 以上は普通自転車ですから、世間一般の人が自転車のルールを考えたり、習ったり、話し合ったりをするならば、普通自転車のことということですね。誰かが自転車はと話し始めたら、普通自転車のことと思って話してる前提なんでしょうねと、私も信頼して聞きますからね。相手の話をせき止めて、あなたの自転車というのは普通自転車のことですか？佐川チャリ便も含めてということですか？なんていきなり突っ込んだら、ネットは別にしても実社会ではその人との信頼関係が崩れますからね。そうは言っても、ネットのコメントのように、一言二言だとしても、交通ルールを語る上で自転車といえば、この佐川チャリ便も含むと考える人がいる場合もあるということです。ここを曖昧にしたままでは、自転車のルールは語れないということです。文脈から推測できる例をいくつか挙げますと、自転車は軽車両ですから、交通ルールを守らないとダメです。これは正しいですね。すべての車両は交通ルールを守る必要があります。自転車は軽車両なんだから、運転免許がないと運転できないはずだ。これは誰でもわかる間違いですね。運転免許が必要な車両のうちの軽車両は運転免許が不要なカテゴリーですからね。自転車は軽車両ですから、車道通行が基本です。これは正しい使い方ですね。軽車両や佐川チャリ便は車道通行しかできませんし、普通自転車に歩道通行の例外があるだけで、車道通行が基本ですからね。自転車は軽車両なので、歩道を通行してはいけません。これは間違いですね。軽車両や佐川チャリ便は歩道を通行できませんが、普通自転車なら歩道を通行できる特例があります。自転車は自転車横断帯があればそこを通らないといけない。これは正しいですね。佐川チャリ便も普通自転車も付近に自転車横断帯があればそこを通って進まないといけません。自転車は自転車横断帯により道路を横断しなくてはいけない。先ほどと似てて難しいですが、細かいことを言えば間違いです。普通自転車は自転車横断帯により道路を横断していいですが、佐川チャリ便は自転車横断帯により道路を横断できません。横断し終わったらそこは歩道ですからね。また交差点でなら横断ではなく、自転車横断帯を進行して車道通行に戻らないといけませんから。ちょっと難しすぎですね。
自転車は軽車両なんだから横断歩道は渡れません。これはよくある間違いですね。確かに佐川チャリ便は横断歩道により道路を横断できません。横断し始め地点も横断し終わった地点もそこは歩道ですからね。普通自転車は横断歩道により道路を横断していいですからね。横断し終わったら歩道通行を続けてください。という感じで、自転車といえば佐川チャリ便のことも含んでいるのかなということを念頭に置いて考えれば、間違った方向に考えが及ぶことはないと思います。かといって、普通自転車って何気なく使う単語ではありませんし、普通自転車ってと口語口調に捉えられたら文脈がおかしくなります。なので、さりげなく普通自転車のことであると含ませるときに使える文言といえば、道交法63条の3の自転車。ちょっと固めですが、法律上の普通自転車のことだと断定できます。歩道通行して良い自転車。これも普通自転車のことになります。歩道から歩道へ道路を横断する自転車。これも歩道通行が認められている普通自転車だけですからね。横断歩道はどうなんだという時に使えるフレーズです。ちょっと前までは自転車イコール歩道通行イコール普通自転車、車道通行イコール普通じゃない自転車だったのですが、自転車は車道通行が原則というのを徹底していくというふうに変わってきて、さらにややこしくなりました。ということで、自転車の交通ルールを正確に伝えるのは難しいですね。ということで、今回は終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。